コンケークです。今回のテーマは1ヶ月以内にわかる新展開です。どうぞよろしくお願いします。それでは3枚のカードをご用意しております。A、B、C の中からお好きなカードを1枚お選びください。ご自分の占い結果だけご覧になりたい方は概要欄にチャプターをご用意しておりますので、そちらをご覧ください。選び終わりましたでしょうか？それでは今回はフォース集というスプレッドとオラクルカード1枚で占っていきます。それではそれぞれ占ってまいります。それでは A の方の結果ですね。A の方の1ヶ月以内にわかる新展開ですね。はい。そうですね。あなたの場合はですね、もしかしたらあなたにとって美味しい話っていうのがあるかもしれないんですけれども、そこはですね、要注意っていうところですね。はい。もしその悪いことっていうのが搾取されるようなことなんであれば、しっかり断ってご自分のためにその能力だったり力を使うっていうことが必要です。はい。では1枚ずつお話しさせていただきます。まず過去ですね。愚者の正位置です。新たな局面に踏み出そうとしていた時期ですね。はい。思いがけないチャンスだったり、もしかしたらですね、新しい道を進むために大きな決断を求められていたっていうことになりますね。はい。過去はですね、とにかく可能性がたくさんあったっていうことでですね、いろんな選択肢があったのかもしれないですね。その中でご自分でちゃんと選んで、今ここにいらっしゃるっていうところだと思いますね。はい。そうですね。そのチャンスだったり、自分の決断っていうのがですね、より良い結果につながっているという風な感じにはなっておりますね。はい。では次が現在ですね。正義の正位置ですね。はい。こちらですね、実力主義になりますね。運だけではなかなか進めないっていうところになっております。はい。そうですね。あなた自身の力っていうものもしっかりと必要になってくる。うんうん。そうなってくるとやっぱりしんどいかなって思われるかもしれないんですけれども、自分の実力を上げたりですね、スキルアップをすることで進んでいった方がですね、結果的にはですね、自分の力っていうのがちゃんとついてるはずなので、なので、でいけないのかって思わずに、ちゃんと自分の力が上げられるんだっていうふうに思っていただくといいと思いますね。はい。そして論理的な思考を持って進むことができるっていうことなので、とても冷静に考えられるっていうことですね。このジャスティスっていうカードなので、天秤にかけて自分がどっちに進んだ方がより得をするかとかですね、良い方向に行けるかとかですね、しっかりと考えられる。その上で正しい方向に進めるっていうことですね。あなたの選択肢は合ってますよっていうことだと思いますね。はい。ですね。その中で自分が何を得ていくのかっていうところ。そうですね。大事なものっていうのはそれぞれあると思うんですけれども、それがきちんと得られますよっていう風になっておりますね。はい。では未来ですね。こちらが1ヶ月以内の方に入るのかなと思うんですけれども、カップのナイトの逆位置になりますね。はい。そうですね。先ほど最初に申しましたように、美味しい話、うまい話にですね、騙されてしまう不安があるっていうことですね。はい。ただそのうまい話がなぜあなたに来るのかっていうのがですね、きっとですね、あなた自身のいろんな能力だとか、そういったところが、その人にとってですね、使えると思ってるからなんですよね。だからあなたの能力っていうのはとても素晴らしいもの。それを悪い人たちに騙されて使わされるとかですね。ですね、搾取されるっていう方向に行ってはならないので、そうですね。
この未来の時期には人のために何か動くっていうよりは自分のためだけに動くっていうことがいいのかもしれないですね。たとえどんなに良い話があったとしてもですね、まずは一回自分の中で持ち帰って考えてみる。そして本当に自分のためになるのかっていうことを考えていただくのがいいと思いますね。もしかしたら相手ばっかりが得をして自分は損をすることなのではないかっていうのを考えていただく。そういうのが必要だと思いますね。そうですね。ご自分の能力っていうのはこの時期っていうのはご自分のためだけに使うっていうことが必要だと思いますね。そうすることであなた自身の本来の能力を、活かせる環境っていうのに行き着くようになると思いますので、なのでそのあたりですね、いろんな人が近づいてくるとは思うんですよね、やっぱりですね。あなたのその素晴らしい力を得たいと。なんならですね、金銭も払わずにですね、もらえるものだけもらってしまおうみたいなところ、あるかもしれません。そうですね。そういったところをですね、しっかり見定めていただくと言いますか、そうですね。できればやっぱり全体的に警戒していただくのがいいかもしれないですね。あなた自身のためにあなたの力を使う、能力を使うというふうに考えていただいたらいいと思いますね。では周囲ですね。こちらがソードのエースの逆位置ですね。これがですね、おそらくそのうまい話を持ってくるっていう人だと思うんですけれども、強引な人ですね。どんな手段に出ても良いと思ってる人っていうことで、かなり悪い方ですね。悪知恵が働く。あなたの何か搾取するためにですね、手を変え品を変え、言葉巧みにですね、こう操ろうとしてくるかもしれないんですけれども、こういう人はですね、もう完全にスルーでいいと思いますね。しっかり離れていただく。できなくてもですね、まずはそこで即答するんではなくって、一回自分の方で考えさせてほしいので待ってくださいっていう風に伝えておくと、後々ですね、やっぱり断りやすいかなと思うんですよね。考える時間をくださいっていう風に言っておくとですね、向こうもやっぱり期間があると、それだけですね、自分のその、たとえですね、巧みな話術があったとしても、コントロールができないっていうところになってくると思いますので、そういうふうにですね、うまく離れていくっていうことが大事ですね。では、次が障害ですね。これがカップのキングの逆位置ですね。自分や他人に甘くしてしまうことがご自分にとって障害になってしまうかもしれないっていうことで、特にやっぱり今回は他人に対して甘くしてしまわないように気をつけてっていうことだと思いますね。そのどんなに優しそうな人でも、どんなに良いことを言ってたとしてもですね、その方が決してあなたのためになるかっていうと、ならない可能性も高いっていうことですよね。この未来の感じを見てると。なので、そういう方は優しくしなくてもいいです。甘やかさないことが大事っていうことですね。ご自分に甘くしてしまうっていうのもですね、一つちょっと意志を強くしようと、心を鬼にしようっていう、そういうことなんだと思いますね。そういった心を鬼にすることで、相手の話っていうのも断れますし、ご自分の意志を持って進めるので、もっとですね、強い方向に行けるのかなと思いますね。そうやって強気で行くことで、あなたの良い道っていうのが見つかるのかなと思いますね。できるだけやっぱりそういった方と離れた方がいいですからね。では次、最終結果ですね。こちらがペンタクルの4の正位置ですね。最終的にはですね、あなたが経済的に安定してくるっていうことになっておりますので、安心いたしました。そうですね。やはりお金だとかそういったことは大事ですからね。ちゃんとですね、ご自分の中に溜まっていく
っていうのは必要です。生活するためにもですけど、いろいろとですね、自分の好きなことだったり、そういったことに使う時にもですね、やはり安定していると、全然違いますよね。そしてメンタルとかにもですね、やっぱり影響がありますので、やはりこういったことは大事だと思いますね。はい。そしてですね、その最終的な時期っていうのは慎重に行動ができますのでですね。はい。そうなってくるとやっぱり大きく動くことっていうのはないんですけれども、かといってですね、それであなたにとって悪いことも向かってこないっていうことになりますので、そうですね。慎重になるってことはやっぱり必要っていうことですね。石橋を叩いて渡るという言葉もございますけれども、そのあたりをですね、ちゃんとしていけばですね、あなたのその落ちてしまうっていうことはないっていうことですよね。この橋は大丈夫だなっていうふうにちゃんと歩けるっていうことですので、はい。そうなってくるとですね、やっぱり経済的にも安定しますし、周りの人たちだったり自分の環境っていうのも、安定してくるのかなと思いますね。はい、そのあたりでちょっとご自分の気持ち的にも安心するのかなとは思いますね。はい、では助言の方を見てまいりましょうね。はい、戦車の正位置ですね。もっと勇気を出してくださいというふうになっておりますね。はい、ですね。人に対してですね、どうしても甘やかしてしまいたくなるというか、優しくしてしまいたくなる、そういったですね、優しさを持つことは大事なんですけれども、今回に限ってはですね、やはりあなたの勇気を出して断るっていうことが大事ですよっていうふうになっておりますね。はい。せっかくですね、あなたのちゃんとした能力、素晴らしい能力だったり、ご自分のできることだったり、そういったことがですね、悪い人たちに使われてしまう。そういったことは避けたいですからね。断りましょうっていうことです。はい。ですね。さっきも言ったようにですね、どうしても即答してしまうと、その場で言うっていうのを断るってなかなか難しいかもしれないので、うん。なので、一旦置いて、で、電話とか、そうですね。例えば、SNS とか、何でも、メールとかでも何でもいいんですけれども、とにかくですね、相手の、そうですね、逆ギレとかもあったりするかもしれないので、できるだけそういった被害を抑えるためにもですね、しっかりと慎重なところを選ぶっていうことは大事だと思いますね。そういった自分の安全圏の場所で断る、そういう風にしていただくといいと思いますね。はい。では、オラクルカードの方を見てまいりましょうね。こちらが悪党となりました。あなたはいつでも物語を書き直すことができますという風になっておりますね。はい。その通りですね。どんな悪党にですね、出会ったとしても、あなたは決してですね、それに負けることもなく、自分でちゃんと物語を書き直すことができるっていうことですね。悪党に負けないでというふうなことだと思いますね。はい。そうですね。たとえその時に屈しそうになったとしてもですね、それでですね、物語が終わってしまうのかといったら、そんなことはないですよね。それでバッドエンドなんてことはないと思います。はい。ちゃんとあなたの物語をハッピーエンドに書き換えることもできます。はい。なのでですね、しっかりと悪い人たちから離れていく、断る、ですね。あなたの能力を搾取されないように進んでいきましょうっていうことですね。はい。そうですね。やはり全体的なものを見ましてもですね、未来、その1ヶ月以内に起こることに対しての言及っていうものがカードさん全体的にやっぱり多いですね。それだけあなたのことを心配していらっしゃるっていうことだと思うんですよね、カードさんの方も。はい。気をつけてねっていうことです。はい。ですね。きっとですね、いろんな人が言ってくる可能性もあると思うんですよね。それだけあなたに能力があったり、スキルがあったり、とにかくですね、使えると思われてしまうっていうぐらい素晴らしい方なんだと思うんですけれども、
それをですね、やっぱり他人のために使われてしまうっていうのが良くないことですからね。なので、自分の能力を自分のために使いましょうっていうことを覚えていただければいいかなと思いますね。はい。それでは以上が A の結果でした。それでは B の方ですね。B の方の1ヶ月以内にわかる新展開ですが、そうですね、あなたの場合はですね、ご自分の見込み違いの出来事が起きて混乱するかもしれないんですけれども、その後はですね、はい、幸せな状況になるっていう風に出ております。はい、ではですね、1枚ずつお話しさせていただきます。ではまず過去ですね。ワンドの10の正位置ですね。はい、多くの約束や責任を果たすために奮闘していた時期っていうことでですね、これはですね、いろいろと大変だったんじゃないかなと思いますね。はい。重い荷物のようにですね、必死で抱えて歩いていた状況っていう感じですよね。うーん、そうですね。これはですね、自分自身でも抱えすぎたなっていうところはありますかね。ただ、あなたのその責任感の強さっていうことは大事なんですけれどもね。だけど、やっぱりちょっと多すぎたっていうところ、それであなた自身が心身のバランスを崩したりですとかね、そういうことになったらいけないので、やっぱり過去でご苦労された分ですね、今後はですね、無理をしないでいただきたいなっていうところはありますね。はい。では、現在ですね。ソードのキングの逆位置ですね。はい。今はですね、理不尽な発言に納得できない状況っていうことで、そのままですよね、理不尽な人がいらっしゃるっていうことなんでしょうね。そうですね、自分勝手と言いますか、ですね。こういった方っていうのいらっしゃいますよね。何かこう一生懸命やってても、その時はですね、こうやっといてって言って、その後に、やっぱり違ったとかですね。そういう風にしたりとか、とにかく自分のせいにはせず、あなたのせいにするとか、そういう方っていらっしゃいますからね。そうですよね。それは苦しいですよね。そうですね。キングなので、もしかしたらあなたより年上の方とかなんですかね。年上とか上司とか、そういった方。そうなってくるとあなた自身も言いたくても言えないっていうこともあるかと思うので、それだけでもやっぱり心に来るものがありますよね。辛いなっていう気持ちが伝わってまいりますね。これはですね、本当に良くないです。とはいえですね、そういった方っていうのがですね、なかなかいなくならないっていう現状なんですよね。そういうことを言う人っていうのが、どこの環境にいてもですね、一人はいらっしゃるっていう感じがしますね。でもあなたがですね、やはり被害を被っているっていうのは、やっぱり許せることではないと思いますね。はい。ですね。ちょっとですね、ストレス発散にですね、カラオケとかお一人で行った方がいいですかね。今の状況だとですね、行ったりとかですね。そうですね。あとは、寝る時にですね、アイマスク、暖かいアイマスクつけると気持ちよく眠れたりとか、そういうのもありますので、少しでもですね、ストレスを和らげることをしていただくのがいいかなと思いますね。本当はその理不尽な人に対して言って、ちゃんとそれが改善されるのが一番なんですけどね。はい。では次、2杯ですね。これがどうなるかっていうのがですね、ワンドの9の逆位置ですね。はい。こちらが見込み違いの出来事が起こるということですね。そうですね。あなた自身が期待していた展開とはまた違うことになったっていうことなのかなと思うんですよね。そうするとやっぱり混乱してしまうかもしれないんですよね。そこで、立ち止まってしまうと、やっぱりですね、そこから動けなくなってしまうので、できるだけ進んでいった方がいいのかなとは思いますね。そこで
違ったっていう風に落ち込んでいると、そのままこうネガティブな感情に引きずられていってしまうので、そこでもう、あ、こうなったんだ、次だ次だみたいな感じで行くのがいいのかもしれないですね。はい。では次が周囲ですね。ワンドのキングの逆位置ですね。はい。短期で誰からも腫れ物扱いにされる。まさにこれが理不尽な発言をしてる張本人な感じですね。キングっていうことで、合致する部分がありますね。やっぱり年上の方なんでしょうかね、あなたよりもね。誰からも腫れ物扱いにされるっていうことなので、ということはですね、あなたに同情する方だったり共感する方っていうのは必ずいらっしゃるので、そういう方たちとですね、しっかり仲間となってですね、話していくっていうこともいいかもしれないですね。そうですね。できればですね、そういう方っていうのがですね、いなくなっていただければいいのかなと思うんですけれども、今現在は難しいのかもしれないので、あの人嫌だよねっていう感じで話していく、そうやって、傷をですね、少しでもですね、和らげていただくっていうことはいいかもしれませんね。そうですね。嫌だなって思ってる人同士でお話ししていくっていうことも必要だと思いますね。はい。では、障害はどうなるかですね。あなたの邪魔になるもの。ワンダの8の聖地ですね。はい。勢いに飲まれているっていうことで、これは未来の方に関わってくるのかなっていうところがございますね。はい。あなた自身が予想しなかったことが起きてしまったので、その勢いに飲まれてしまって、どうしようっていう風になってしまうと、どうしても混乱してしまう。それよりはですね、止まるよりは進んだ方がいいのかもしれないですね。そうですね。やっぱりあなた自身のこんなはずじゃなかったがずっと続くと、それがですね、長引いてしまうので、こんなはずじゃなかったけど、次はこれで行こうみたいな感じでですね、ちゃんとルートを決めていく。そしてさっさと歩いていくっていうような感じですね。ご自分の人生の選択肢ですね。そうしたものをパパッと決めてしまうっていうことが必要なのかもしれないです。はい。ではですね、最終結果がどうなるかっていうとですね、カップの10の聖地ですね。そうですね、今まではちょっとあなた自身のご苦労だったりですね、辛い部分があったかと思うんですけれども、ここでですね、やっとあなたのご苦労だったり辛さが報われるような感じになっていきますね。カップの10の聖地になりますので、幸せを確信する良い人間関係を築くっていうことができます。ということはですね、もしかしたらあなたに対してひどいことをしてくるような人たちが気づけばいなくなってるっていう可能性もありますね。そうですね。それで離れていくことで、あなたのこの虹がかかったような明るい未来ですね。が待ってますよっていう風な感じですね。まさにこの円を描くような風になってますので、丸く収まるっていう風に考えていただくといいのかもしれないですね。そうですね。カップは優しさの象徴でもありますので、あなたの周りには優しい人が溢れるような感じになってくるんでしょうね。ですね。そしてあなたが幸せな気持ちになれるような環境をちゃんと確保できるっていうことなので、はい、安心いたしました。そうですね。今まで頑張ってこられた分ですね、しっかりとあなたにとって見返りが来ますよっていうことですね。はい。ですね。本当に良かったです。はい。では助言の方を見てまいりましょうね。カップの7の聖地ですね。はい、それ以上の選択肢は不要っていうことになっておりますので、そうですね、やはりあなたが混乱してしまってどうしようどうしようっていうふうに悩んでしまうよりは、もうこうだと思ったらそっちに進んでいくっていうことがいいんだと思いますね。はい。そうすることで、結果的にですね、あなたの幸せな環境っていう方に進みやすいっていうことになると思いますね。はい。もちろんですね、今こういう風に出てるっていうことは、もうそのまま待っていてもきっとですね、あなたにとってより良いものっていうのは戻ってくるとは思うんですけれども、それでもですね、やっぱりもっともっと良くしたいっていう考えってやっぱあると思うんですよね。
そういうふうに考えていただくと、この助言のような感じでですね、選択肢を、できるだけ排除して自分のすることはこれだっていうふうにですね、見定めるっていうことが必要なんだと思います。はい。ではオラクルカードの方ですね。こちらが悪党になります。あなたの物語はいつでも書き換えられますというふうになっておりますね。はい、そうですね。あなたの場合はですね、やっぱりひどいことを言ってくる人っていうのが近くにいらっしゃるっていうことなので、そういった方に振り回されるというですね、やっぱりご自分の物語、人生ですよね。がどうしてもですね、辛いものに思えてきてしまうかもしれないんですけれども、そうですね、最終的な結果が出たように、あなたの未来っていうのはいつでも書き換えられますと。はい、変わっていきます。今は不幸な気持ちになっているかもしれませんけれども、ちゃんとですね、幸福になることもできるんですよっていうことですね。はい。そうですね、この絵柄だと、石を持った人がですね、振り上げるような感じでしておりますけれども、ですね。これをどう捉えるかになると思うんですけれども、これは私はどちらかというと、あなた自身なのかなっていう感じですね。石を投げて、自分のための物語を改めて作り上げましょうっていうことでいいんだと思いますね。あなたの幸せのために動いていくっていうことが大事なので、そういった理不尽な方、そういった方、いずれ離れていくとは、こんな感じを見てると思うんですけれども、今もですね、苦しいと思いますので、その人たちからしっかりですね、反撃まではいかなくともですね、離れていく、ですね。はい、そういう風にしていただくといいのかなと思いますね。そしてちゃんとあなたの仲間っていうのがおりますので、その仲間を大事にしていただくといいと思いますね。はい。そうですね。はいですね。ちょっとあなた自身のご苦労が見て取れるような状況ではありましたけれども、ちゃんとですね、幸せが待ってるっていう風になっておりましたので、そのですね、未来をですね、しっかり進んでいってほしいなと思います。はい。必ずですね、あなたの先には光があるっていう風に考えていただいたらいいなと思いますね。はい。ではですね、こちらよろしければ参考にされてください。以上が B の結果でした。それでは C の方の結果です。C の方の1ヶ月以内にわかる新展開ですね。はい。あなたの場合はですね、今後はご自分の努力を認めてもらえるっていうことで、楽しい時期が来るっていう風になっておりますね。はい。それではですね、1枚ずつお話しさせていただきます。はい。では過去ですね。まず、ペンタクルのページの逆位置ですね。過去はですね、予想外の出費だったり、悪いニュースに心を砕かれていたっていうことでですね、そうですね、お金がないだとか、ご自分の個人的な悪いニュースですよね。そういったことでお辛い思いをされてらっしゃったのかなっていうところがありますね。やっぱりですね、お金がですね、結構出るとメンタルにもきますからね。落ち込みやすいっていうところもありますから、そこにやっぱり輪をかけて悪いニュースが来てしまったっていうことなので、苦しみっていうのはやっぱりあったのかなっていうのが感じられますね。はい。そうですね。本来だったらご自分のやりたいこと、勉強だったり学びたいこととか、いろいろしたいこと、いろいろ目標とかもあったかもしれないんですけれども、そこがちょっとそういったことで邪魔されていらっしゃったのかなっていう感じですね。はい。では次ですね。現在がどうなっているかっていうとですね、カップの6の聖時ですね。はい。過去にルーツのある物事が今実を結ぼうとしているっていうことなので、そうですね。これは過去って言っても、今私がお読みしたカードの過去とも限らないんですよね。もっともっと前の過去かもしれない。とにかくご自分のルーツのある物事っていうのが今確実にご自分の中で実を結ぼうとしている。はい。これはもちろん良いことですね。はい。あなた自身にとって、得になる
得られるものがあるっていうことですね。そしてですね、その中で長らく眠っていたスキルを発揮することがあるかもしれないということで、もしかしたら昔取っていた資格とかですね、能力、ご自分の技術力とか、そういったことをですね、気づけば必要になっていたっていうことがあるのかもしれませんね。うんうん。そこでちゃんと活躍ができるっていうことなので、それはですね、やっぱり取っておいてよかったなっていうふうに思えるのかなって思いますね。はい。はい。では次が未来ですね。こちらが太陽の星位置ですね。はい。そうですね。太陽ですからね。とにかく明るいですよね。はい。周囲の注目を浴びる。努力を認めてもらえるっていう風になっておりますね。はい。あなたの周りをですね、さんさんとした太陽が照らしておりますね。はい。まさに踊り出したくなるような気持ちにもなるぐらい楽しい思いができる、楽しい気持ちになれるっていうことですね。はい。そうですね。よかったです。はい。未来ではとてもですね、あなたにとって嬉しいことっていうのがたくさん待ってますよっていう状況ですね。はい。ね、やっぱり光がですね、降り注ぐとですね、あなたにもいろんな良い影響が来ますね。運気っていうのはですね、やっぱりこ向かってくるの大事ですよね。良い運気っていうのがですね。はい。そうですね。いろんなことがあると思いますね。今後ですね。それが全てあなたにですね、嬉しい気持ちになるような、幸せな気持ちになるような出来事、はい、そういったことが多くあると思います。はい。では、周囲がですね、どういった方がいらっしゃるかっていうのが死神の聖地ですね。はい、ドライな方っていうことで、これだけ言うとちょっと怖い感じの方かなっていうふうに思われるかもしれないんですけれども、要するにですね、いろんなことの切り替えがうまい方っていうことなんですよね。はい。なのでですね、もしあなた自身が悩んでることとかあったら、この方に相談していただくと、スパッとですね、死神の鎌みたいな感じで切ってくださる。ちゃんとですね、決断をしてくださるというか、あなたにこうした方がいいんじゃないかっていう風にですね、的確なアドバイスをくださるような感じっていうとこがあるので、もしこの方とですね、しっかり話せたらいいかなと思いますね。きっとですね、あなたのその太陽をですね、助けるような手助けもしてくださるのではないかなと思いますね。やっぱり死神強いですからね、それなりにですね。はい。ですね。こういった強い方が味方になってくれる可能性がありますね。はい。では、障害がどうなるかっていうことなんですけれども、カップのページの聖地になりますね。はい。そうですね。ご自分の気持ちをですね、正直に伝えられないっていうところが問題になってくるのかなっていうことですね。これはですね、きっとあなた自身が他人に対して気を使いすぎるからっていうところがあるのかもしれないですね。はい。そうすると、どうしてもですね、人を気遣って言えないっていうことが多いとですね、やっぱり、後々ですね、こんなはずではなかったっていうことも出てくるかもしれないので、伝えられることはしっかり伝えていくことが大事ですね。周囲の方がですね、助けてくださると思いますので、そういった方に相談して、こうしたらいいよっていう風になったらですね、そういう風に動いてみるのもいいのかもしれないですね。まずですね、ご自分の気持ちを素直に伝えること、そういったことは大事だと思いますね。周りの人をですね、気遣うことはもちろん大事なことですし、あなたの優しさっていうのもいいことだと思います。ただですね、それが度過ぎてしまうと、やっぱりですね、いろんな人に押しのけられてしまうっていうことになってしまうので、ご自分のですね、幸せのためには、ある程度自分の、気持ち、欲望だとかそういうこともですね、ちゃんと伝えることが必要っていうことですね。はい。ではですね、最終結果がどうなるかというとですね、ペンタクルの5の聖地になりますね。はい、そうですね。ご自分の才能をうまく活かしきれない状況が出てくるかもしれないですね。先ほど
ありましたように、もしかしたらあなた自身ですね、いろんなスキルがあるのかもしれないなっていうのが感じられたんですけれども、そういったですね、スキルを今後最終的にうまく使えない、お仕事とか、家庭とか、いろいろなところであると思うんですけれども、そうですね、ご自分の今後過ごされる環境でですね、生かしきれないかもしれないっていうところがあるので、そこをですね、一緒に迷ってくれる人がいらっしゃるっていうことなので、その方と一緒にですね、歩んでいくといいのかもしれないですね。うん。そしてですね、あなた自身も、これでですね、落ち込んでしまうよりは、このスノードームの殻を破るようなイメージでしていただければと思うんですね。うん。ご自分の殻を破って、新たなところに向かっていく。もちろんそれは転職しなさいとかそういうものだけではないと思います。人によってはやっぱり転職だったりそういったことも必要かもしれない。新たな環境っていうことで自分が今住んでるところとは別のところに行く必要もあるかもしれないんですけれども、それだけではなくてですね、ちょっとですね、やり方を変えるとかですね、そういったことでまた環境っていうのは変わってくると思うんですよね。小さなことかもしれないですけれども、そういったちょっとしたことでも変えると、あなたの自分のせっかくのですね、技能だとかスキルをですね、生かすっていう方向に行けばいいなと思いますので、そうですね、少し一歩ずつ勇気を出していただくっていうことが必要だと思いますね。はい。一緒にいらっしゃる方がいるっていうことなので、ね、その方と協力して歩いていくっていうこともいいかもしれません。はい。そうですね。もしかしたらその方っていうのがその周囲の死神の方かもしれないので、その方にですね、ドライに選択してもらって、そこに一緒に進んでいくっていうこともいいかもしれないですね。はい。うんうん。まずですね、あなたは一人じゃないっていうことを考えていただければと思います。はい。孤独を感じなくても大丈夫ですので。はい。はい。では助言ですね。恋人の逆位置になりますね。はい。何かを選択するときはですね、自分の心を信じましょう。はい。そうですね。あなた自身の選択ですね。人にもちろん頼ってアドバイスを聞くっていうこともいいと思います。はい。それとは別に、ご自分の心の中で何かこうしたいんだっていう気持ちがですね、芽生えていらっしゃるのであれば、その方向に信じていって進んでいくっていうこともいいと思いますね。はい。そしてですね、理想を具体的に思い描くことが大事っていうことで、そうですね、やっぱり具体的にちゃんとですね、自分の中で決めておくと、その理想に動きやすいっていうのは参りますので、そうですね。まず自分がどうしたいかっていうのをですね、ちゃんと考える。そこできっと家庭っていうのがですね、考えやすくなっていくのかなと思いますので、そうですね。そういうふうに動いてみてほしいなと思います。はい。では、オラクルカードですね。こちらが羽ですね。判断する前にまず考えましょうっていうことで、そうですね。ここも難しいところなんですけれども、判断っていうのが、何か提案された時に即答するのではなくって、一回自分の中で考える。自分の心の内をしっかりと読み取ると言いますか、自分の心の中では本当はどう思ってるんだろうかっていう、嫌なことは嫌だというふうに動いていくのがいいと思いますね。はい。自分が本当にやりたいこと、心の中でこれだったらやりたいって思うことを進んでいく。そういうふうにしていくことが大事だと思いますね。そうですね。はい。あなた自身の心を大事にしていただく。考えですね。気持ち。いろんな言い換えができますけれども、そういうふうに動いていってほしいなと思いますね。はい。そうですね。明るい未来が待ってますよっていう風にはなっておりますけれども、その後はですね、ちょっとあなた自身の、本当はもっともっとできるはずなのに、そのできることっていうのがうまく
活かせないかもしれないっていう風になりましたけれども、そこもですね、あなた自身が一人で頑張るのではなくって、周りの人がちゃんと助けてくださるような結果になっておりましたので、人に頼りながらですね、動いていきましょうっていうことですね。はい。そしてですね、ご自分の本当に心の奥底、そういったところを大事にしてですね、動いていってほしいです。はい。ではですね、こちらの方よろしければ参考にされてください。以上が C の結果でした。ここまでご覧くださりありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いいたします。これからも様々なテーマで占ってまいりますので、またいらしてくださいね。それではおつけいくでした。